ですから、中途半端に分かったつもりになるよりも、勇気を持って分かっていないと思うことの方が大事だと思うんです。はい、皆様こんにちは。法華経の話第17回です。この動画は法華経という仏教の経典を拝読していきながら、仏教に関することなどをお話ししています。ごくごく簡単にお話しすることを心がけています。どの回を聞けば何がよくわかるという構成ではないので、少しずつ聞いていただいて、仏様の教えに関して一緒に考えていっていただければと思います。では、今回のお話です。現在は無量義経説法本第2の内容についてお話をしています。前回はこういうお話でした。仏様が衆生のために未だ説いてない真実の教えがあることを示されました。そしてその真実の教えに至るまでには大変な数の教えが説かれてきました。その数々の教えから代表的な3つの教えについてお話をしています。前回はその3つの中から四諦の教えについてお話をしました。今回は十二因縁という教えです。十二因縁も仏教を勉強されている方にはよく知られた仏教の基本的な教えです。十二因縁は人間の苦しみや悩みがどのようにして成立するかということを考え、観察し、その原因を深く掘り下げた上で、12種類の項目を立てています。これから12の項目を一つずつ見ていきますが、それぞれが関連していることに注目して見ていっていただければと思います。まず最初に12種類の項目をすべて書かせていただきます。はい、この12種類です。では一つずつ見ていきましょう。無明。無明とは根源的な無知、知らないということで、先ほど言いました四諦の断りや縁起、仏教の基本的な教えである縁起の道理を知らないことを言います。この無明についてはまた後でお話しします。続いて行。行とは先ほどの無明、無知、無明を縁として誤った行いをすることです。次の式。式とは先ほどの行、無明を縁として誤った行いをしたその蓄積によって形成される心の働きのことですね。認識の式です。そして名式。名式とは先ほどの式が働く場所としての心と体のこと。六入というのはこの名式にある目、耳、鼻、舌、身、心などの感覚能力や知覚能力のことを言います。でこの色とはこれまでに出てきた名式、六入を使って何かに接触すること。受とは接触したことで受ける感覚のこと。愛とは受けた感覚に対して好きや嫌いの情念が生ずること。そして主とは先ほどの愛から生じた好き嫌いに対して執着すること。好きだと思ったものに固執することです。そしては存在のことと訳されますが、先ほどの愛と主によって生じた結果や未来に起こるであろう事柄のことを言います。そして生とはこれまでに説明した段階をもって、段階をすべて自分の中に収めてこの世に生まれ出てくること。そして老子とは
生まれ出て必然的に老いて、そして最後に死を迎えることです。以上、これが12の項目になりまして、それぞれが段階的に関連し合っていることが分かっていただけたと思います。この12年は様々なお経によって解釈が違います。とはいえ、一つ大きな特徴としてあるのが最初のこの無明です。無明の説明に入る前によくこの質問を受ける愛ですね。愛についてちょっと余談ですがお話をしておこうかなと思います。愛は通常今現在は英語に訳されるときにはラブと訳されますが、仏教用語で言うところの愛というのはこの英語で表すとこのラブとは意味が違います。仏教でいうところの愛は割愛っていうような言われ方をしますけども、この渇きとを伴って欲と結びついていくんですね。ですから仏教でいうところの愛を訳するときにはそういった欲や渇きといった意味に気をつけて翻訳していく必要があります。そもそもですね、現在使われているこの愛という意味と英語のラブという意味というのは、この翻訳した時の意味として少し違うんではないかなと私は感じます。英語圏の方のラブの使い方を見ていると、どちらかというと大切だというような意味で使われているように感じます。ですから、I love you というのは、私はあなたを愛していますと訳するより、私はあなたのことが本当に大切ですと訳する方が、日本語の感覚に近いのではないかなと思います。ということを、英語が一切喋れない私がどんだけ説明しても何の説得力もありませんが、皆様の中に少し留めておいていただけたらなと思います。さて、話を戻しまして、先ほども説明しましたが、12年というのは様々なお経によって解釈が違うということをお話ししました。とはいえ、一つ大きな特徴としてあるのが、最初の無明です。無明は先ほども説明しましたが、根本的に分かっていないということを言います。すべての悩みや苦しみの中心がこの分かっていないということなんですね。では、この分かっていないということがあるのですから、何か分かるようになれば悩みや苦しみが消え去るようになるのかというと、実はそうではないようなんですね。むしろそれよりも私たち自身が根本的に物事を分かっていないということを認識することの方がまずは大事であるというのが仏教の教えになるようなんです。考えてみますと世の中分かっていないことだらけですね。例えば海。海というのはまだ 5% ぐらいしか分かっていない、解明できてないと言われています。これは多分実際に 5% が分かっているということより、ほとんどのことがまだまだ解明できていないということなんだろうと思います。同じようなことが宇宙にも言えるそうでして、宇宙も数%ぐらいしかまだ解明できてないと言われています。自分という一人の人間を見ても、人間という生物の仕組みはだいぶ分かってきたということがあったとしても、まだまだ解明できていないことはたくさんあるようなんですね。一時期、脳科学ということが随分流行して、脳が人間のすべてを司っているということが言われていました。しかし最近は、内臓も独自に考え、判断をしているということが言われているそうです。まだまだわからないことがたくさんあるようなんですね。それから自分の人生ということを見てもよくわからないことがいっぱいありますね。
誰と出会うのか、誰を好むのか、誰を嫌うのか、どんな人生を歩むのか、不思議なことだらけです。ですから、無明という苦しみの根本原因は分かっていないということなんだというこの教えは大変に実のある教えだというふうに思います。そして無明というのが私たちにとって非常に悩ましいのは、人間は分かっていないのに分かったつもりになってしまうということです。分かったつもりになるっていうのは非常に怖いことなんですね。前回も話しましたが、何か分かった、理解したということは、ある意味そこでもう考えるのをやめるということでもあり、それ以上分かったと思っていることに対して理解を深めることをしなくなってしまいます。それは思考停止の状態を生み、ある意味盲目的な理解をしていくことになってしまうわけです。ですから、中途半端に分かったつもりになるよりも、勇気を持って分かっていないと思うことの方が大事だと思うんです。何かを学んでいるときに次々と分からないことが出てきて、なかなか分かるようにならないなと途方に暮れてしまうことがあります。これも実はむしろ一つずつ分かるようになるからこそ、次の疑問、分からないことが出てきているということであって、決して理解は進んでいないということではないわけです。現代というのは分からないことに耐えられなくなった時代とも言われています。疑問に思ってもすぐにスマートフォンで調べることができます。でもそれはただの答えであって、決して本当に理解したことになっている、分かったことになっているわけではないわけです。分からないというのは不安になるかもしれませんが、中途半端に分かったつもりでいる方がよっぽど怖いことだと思うのです。無明に関してはもっと理解を深めて、またお話をさせていただければと思います。それでは今日の話はこれまでといたします。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。